足首を柔らかくするストレッチ方法をやっていきます。まず、膝曲げたまま、つま先を上げる、下げる。つま先を上げる、下げる。これ繰り返しましょう。上げる、下げる。で、この感覚覚えておいてください。なんか左の方が上げづらいなとか、右のすねが引っかかるなとか、なんか両方とも硬いなとか、ふくらはぎが突っ張るなとか、この今の感覚なんとなくでいいので覚えておいてください。これ1回でかなり変化出るので、楽しみにしててください。この足首がね、硬くてっていう方は、このつま先上げるって動き苦手なので、しっかりね、やっていきます。よし、OK。そしたら、足伸ばします。まあ、肩幅ぐらいですかね。開いていただいて、足首大きく回す。回す。この回す感覚も覚えておいてください。これどっち回してもいいです。反対回しもやりますので。回す、回す。大きく回す。大きく回す。僕は右のアキレス腱を断裂してやっと復帰したばっかなので、明らかに右の方が突っ張るし、動きが悪いのがわかります。皆さんどうでしょうか？どっちが回しづらいとあると思います。じゃ、逆回しいきましょう。今と逆回し。なんで、こうか。僕の場合こっち。逆回し。なんかすねが突っ張る。左が回しづらい。ふくらはぎが突っ張る。とうとう。この感覚覚えてくださいね。これも1回で変化出ますので、楽しみにしててください。OK。そしたら、膝曲げます。もうできる限りしっかり曲げ切っちゃいます。このまま足指使って歩きます。歩く、歩く、歩く、歩く。これ、できない人全然できないと思うので、できなかったらですね、ほんとゆっくりでいいです。ゆっくり。これぐらいゆっくりでいい。もしくはそれでもできないってやったら、ちょっと起き上がって、こう手でサポートしてもいいです。手でこうやってサポートしてもいい。こうやって。ただできたら寝たままですね、足指の力だけでゆっくりでいいので、こうやってゆっくりでいいので、歩く。できる人はこうやってこれぐらい早く。で、しっかり曲げ切る。歩く。これも今ね、多分全然歩けないとか、進まない方いると思うんですけど、一回で変化出ますので楽しみにしててください。よし、OK。そしたら次、膝90度ぐらいに曲げたこのままですね、逆にかかと上げです。かかと上げ、かかと上げ、かかと上げ。これね、ヒール履いてる女性とかは、こっちの動き全然得意って方もいるんですが、男性はね、逆にこれが苦手だったりします。かかとを上げてます。下げる、上げる、下げる、繰り返しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。で、あんまり腰反らないように、腹筋力入れて、ぐっとお腹へこましていきましょう。かかと上げる。本当に1回で、足首が柔らかくなるストレッチ方法なので楽しみにしててください。最後にね、この柔軟性、もう1回チェックしますので、なんとなくでいいんで感覚覚えててくださいね。よし、OK。そしたら、膝曲げたままですね、右足を左足に乗せるんですけど、右のふくらはぎを左の膝にこんな感じで当ててください。で、こうやってする感じで、右のふくらはぎマッサージしていきます。こうやってする感じ。こう、外側とか、膝裏に近い方とか、いろんなところですね。アキレス腱に近いところとか、自分でこうやってやってみて、あ、硬いなと見つけたらそこを重点的にやってあげてもいいと思います。どこをマッサージするのが正解ってことはないです。痛気持ちいい感じで、ふくらはぎ全体、もうこの足首に近いところから、膝裏に近いところまでやってあげましょう。呼吸は止めないようにしましょう。もう手はね、楽な状態でいいです。スマホ見ながらやってもいいですし。よし、OK。逆いきます。左のふくらはぎを右の膝に乗せます。この感じ。で、マッサージしていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。ふくらはぎをマッサージ。僕なんかはこの外側が痛いんですけど、これも人によってですね、膝裏に近いところが硬い人もいれば、アキレス腱、足首に近いところが硬い人もいれば、ふくらはぎの真ん中が硬い人がいます。どこがね、硬いのが正解ってことはないので、全体的にマッサージしていきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら次、この膝曲げた状態からですね、右膝だけ伸ばし切る、下ろす。伸ばし切る、下ろす。これ繰り返しましょう。伸ばし切る、下ろす。で、伸び切らないしいいです。こんぐらいでもいいです。できるところまででいいんで、しっかり膝伸ばし切る。頑張れる人は高い位置で伸ばし切る。きつい人は低い位置でいいです。ここでもいいです。伸ばし切る。できる範囲で OK です。伸びきらない人はできる範囲で OK。ズボラストレッチはね、こう、必ずこうしなければいけないとか、こうじゃなきゃダメだってことは基本的にありませんので、皆さんができる範囲で OK です。
そして毎日必ずじゃなくていいです。週に1回でもできればそれで習慣化。これがもうズボラストレッチの基準ですから、毎日必ずやらなければなんて思ったらもうしんどくてしょうがないんで、できる範囲で週に1回でも習慣化やっていきましょう。OK です。逆、次、左膝しっかり伸ばしきる、下ろす。しっかり伸ばしきる、下ろす。伸びきらない人はできる範囲で OK。頑張れる人は高い位置で伸ばしきる。きついなって人は低い位置のみです。伸ばしきる、下ろす。これ繰り返しましょう。で、これ、足首柔らかくするストレッチなのになんでこれ膝の裏伸ばしてるんだって話なんですけど、ふくらはぎってね、大きく分けて2つ筋肉あるんですよ。腓腹筋とヒラメ筋って2つの筋肉あるんですけど、1つはですね、膝またいでついてます。膝またいでついてる。なんで、こうするとですね、膝の裏しっかり伸びる感じがあると思うんですけど、膝裏までふくらはぎの筋肉繋がってますので、しっかり膝を伸ばしていきましょう。よし、OK です。そしたら次、右のふくらはぎ、また左膝に当てて、マッサージの体勢作るんですけど、この状態で足首大きく回す。できたらこれはですね、自分が硬いなって感じるところに膝を当てて足首回す。僕だったらこのアキレス腱断裂したここ、アキレス腱に近い部分硬いのでこうやって当てて回す。膝の裏が硬い人は膝裏に近いところに当てて回す。これ結構痛いと思います。大きく回す。これスピード競争じゃないんで、なるべくゆっくり大きく回す。で、どこに当てるのが正解とかないです。自分が、ここ硬いな、痛いなってところに当てて回してあげるのがおすすめです。ゆっくりでいいんで大きく。できたら逆回しも。よし、OK。逆いきます。左のふくらはぎを右膝に当てます。で、この状態で大きく足首回していきましょう。そしてぜひこの動画も、3回チャレンジやってみてほしいです。これ3回チャレンジって聞くと3回やらなければいけないとか、3日連続でって感じる方いると思うんですが、先ほども言った通り週に1回でも習慣化なんで、毎日やらなくていいんです。例えば、週に1回やって、3週間かけて3回やる。これでも OK です。それでも成果出ます。いうコメントとかね、DM ではなんか、週に1回なんかで成果出るわけないっていうしてましたけど、週に1回でも成果出ます。もちろん、毎日やるには毎日やるのに比べたら、成果出るスピード遅いですが、週に1回でも絶対成果出ますので、できる範囲でね、やっていきましょう。よし、OK。次はですね、右膝伸ばしきります。右膝伸ばしきる。この伸ばしきった状態で足首大きく回しましょう。足首大きく回す。伸ばしきった状態で、頑張れる人は高い位置で回す。きついなって人は低い位置で OK です。で、伸びきらない人はいいです。できる範囲、こうやって多少曲がってみるので、大きく足首回す。逆回しもする。できる人はしっかり膝伸ばしきって、呼吸をね、止めないようにしましょう。これ反対の足も曲げてる方が楽だと思います。伸ばしてもいいんですけど、僕個人的には曲げてた方が腰が反りづらくて楽じゃないかなと思います。OK。逆いきます。左膝を伸ばしきって、このまま大きく足首回していきましょう。大きく回す。伸ばしきったまま回す。大きく。きつい人は低めで回す。頑張る人は高い位置で回す。できる範囲で OK です。そしてぜひ、3回チャレンジやる方もやらない方もね、コメント欄活用してほしいです。特に今までコメントしたことない、初コメントの方、ぜひ初コメントです。こんにちは。初コメントです。こんばんは。初コメントです。やってみました。なんでもいいです。ぜひいただけると僕もね、返信しますし、他のね、ズボラストレッチの視聴者さん、ズボラーの皆さんがいいねをしてくれたりとか、コメントを返信してくれますので、自分がね、習慣化するために、ぜひコメント欄活用していただければと思います。OK。そしたら次はですね、股関節回し、いつもやってる股関節回しやっていきます。右足大きく外回し、内から外に大きく回していきましょう。大きく。これもスピード競争じゃなくて、ゆっくり大きく普段動かさない範囲で回す。ゴリゴリなるよって方は痛みがなければ大きく回していいです。痛みがある場合は、ゆっくり小さく痛みない範囲で、回していきましょう。この時も反対の膝曲げてる方が僕は楽じゃないかなと思います。大きく大きく。もう結局人の体の筋肉、ほとんどお尻とか太もも、ここが一番体積でかいので、そこをね、しっかり動かして、全身の代謝も上げていきましょう。OK、逆いきます。左足、内から外に大きく回します。大きく。大きく大きく。呼吸止めないようにしましょう。内から外に大きく回す。
そしてさっき初コメントの話をしたんですが、もうね、毎回コメントくださるズボラ常連の皆さんは、初コメントの方とかね、普段見ない方見かけたら、ぜひコメントにいいねをしてあげたりとか、頑張ってますね、私も応援してますと、お互いに応援し合ったりとか、うまくね、もう初めての方も常連の方もコメント欄活用し合って、ストレッチを習慣化するために、うまく活用していただければと思います。よし、大きく回して OK。 そしたらですね、膝こんぐらいですね、90度曲げたままつま先上げます。つま先上げて、このままお尻を持ち上げる、下ろす、お尻を持ち上げる、下ろす。これ繰り返しましょう。つま先持ち上げたままです。持ち上げて下ろす。裏ももお尻使ってる感覚と、さらにこれふくらはぎのストレッチしたままお尻裏もも使ってます。めちゃめちゃハイブリッドな、もう一石三鳥ぐらいのトレーニングストレッチですね。足首を柔らかくするストレッチをしながら裏ももお尻を使っているという、呼吸止めないようにしましょう。あと2回だけ、ラスト1回。よし、 OK。 そしたら、最初の体、かかと上げやっていきます。このままかかとを上げる。僕はこのかかと上げるときにすね、こっちのすねの筋肉の方がすごい突っ張る感じだったんですが、僕はだいぶその突っ張り感が減りました。あとは単純にかかとが上げやすくなりました。何かしらね、変化が出てると嬉しいです。そして変化が出てない、わからないという方も大丈夫です。続けていくとね、もう必ず何かしら変化出ますので、諦めずにね、週に1回でも瞬間化無理せずやっていただけたらと思います。呼吸を止めないようにしましょう。上げる、下げる。腰は反らないようにしてくださいね。ちょっとお腹力入れてるぐらいでちょうどいいと思います。OK。そしたら次、足指歩きやっていきましょう。このまま足指使って歩く、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 歩く。僕はめちゃめちゃ足首、足裏も動きが良くなったのが分かるんですが、皆さんどうでしょう？変化出てますか？このね、足指のストレッチ自体は今回やってないんですけど、足指から足裏、ふくらはぎ、すねと筋肉つながってますので、かなり足の指が動きやすくなった、歩きやすくなった、もともともしくは全然動かなかったのが動きやすくなった、何かしら変化あると思います。変化感じた方はね、ぜひコメント欄でこういう風に変わったよと教えていただけると嬉しいです。大きく大きく大きく。ラスト1回いきましょう。曲げ切ったところから足指で歩く。よし、OK。そしたら次、膝伸ばして、肩幅ぐらいですかね。この状態で足首を大きく回す。これも最初よりかなり大きく回ると思います。回しやすい、突っ張り感がなくなった、大きく回るようになった、何かしら変化が出てるんじゃないかなと思います。大きく回す。ちょっと喉乾いたんで、一口飲んでもいいですか？皆さんもスマートタンパクこうやってストレッチの途中にね、飲んでいただいても大丈夫です。こうしちゃった。で、もうズボラストレッチ完璧にやらなくていいので、最後の10秒サボったりとかね、1種目丸々飛ばしても全然 OK です。よし、OK。そしたら最後につま先上げ、一番最初にやったつま先上げやっていきましょう。僕はこの右のアキレス腱断裂復帰直後なんで、特にこっちがすごい突っ張ってるというか、硬いなって感じがあったんですけど、それがすごく消えました。皆さんどうでしょうか？変化出てますか？初コメントの方もね、初コメントです。最後までできました。でも初コメントです。3回チャレンジやりますでも何でも OK です。3回チャレンジやる方もね、やらない方もコメントお待ちしております。そして、YouTube の動画って、実は最初の30秒でもう半分ぐらいの人が見なくなっちゃう、離脱しちゃうんです。なので、もう最後ここまで頑張ってる皆さんはもう全然ズボラじゃないです。素晴らしいです。自分自身に拍手しましょう。OK です。お疲れ様でした。ではコメントお待ちしております。